の後の牡蠣ですね。次セロリとね一緒に炊いてあります。セロリと炊いてる。はい。あ、熱々で美味しい。うわ、めちゃくちゃうまそうですね。なんかカニの茶碗蒸しとかで出すお店はあるじゃないですか。ああ、確かに。なんかもっと進化版みたいな。そうですね。もうあれですか、ずっとお寿司屋さんなんですか。これまで20歳で寿司屋に入って築地に行って、はい、で次銀座に移ってで中条やって今になってずっと寿司屋ではあるんですけど、最初の築地のところが和食部門があって、ちょっとそこで教えてもらったりとか。昆布が引いてあるんですね。あ、そうですね。それね、別に食べなくても、食べれはしますけど、ちょっと高いかもしれない。うまっ。そこの部分ね、お腹の先の部分なんで、薄いんですけどね、そこが絡まって美味しいですよね。美味しくできる。 3人前ぐらい。うわぁ、そのつまみで。お店は、オープンはいつですか。9月30日です。2023年の9月30日。はい、この前の。じゃあお店の予約方法ははいどうやったら取れますか。電話。いや、基本的に電電話のみ。話ですね。あとたまに SNS のメッセージとかで。あ、いいんですか。全然あ、いいんですか。はい。夜来て握りだけとかでも大丈夫なんですか。大丈夫ですよ。前もって言ってもらえれば、ちょっと来て握りだけでも大丈夫ですし、なんかおつまみ、今日みたいに2品だけとか、はい。でも全然。あ、本当ですか。前もって言えば。言ってもらえれば対応します。一応そのつまみと握りのフルというか、はい基本のお任せってはい値段いくらぐらいで今やってらっしゃるんですか。フルでね、大体税別で25,000円前後。前後ぐらい、日によって。そうですね。ちょっとカッチリ目安大体それぐらい目安で。で基本は夜のみ。基本夜のみで、日曜日だけ言ってもらえれば昼開けれたら。包丁入れてないっすよね。軽くあ、そうなんですか。バレないように入れてます。やっぱね、入れないとちょっと硬いですよね。この厚さだと。大体のお酢で締めてます。それで黄身おぼろに2晩に上がりにすだちかけて。大体ですか。中条イズムですね。ああ、そうですそうです。はい。食べやすい。てかこれスミトさんの多分50貫ぐらいいけちゃいますね。そうっすか。はい。ちょっとシャリとかないかな。正式の店名って箱崎町スミトでいいんですか。そうです。はい。店名もその寿司スミトとか、はい。いろいろバリエーションあるわけじゃないですか。ああ、そうですね。なんでこの名前にされたんですか。どこで出すにも地名はつけたかったんですよ。で、あと寿司スミトでもいいなとは思ってたんですけど、はい、その自覚を調べたらない方が、水天宮とかでもよかったんですけど、はい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 。その箱崎町、今のそれでひらがなでスミトの方が自覚がすごいいいので、それでこの名前にはしたんですけど、自覚だけではもう天下を取ってる。やっぱ皆さんでもそういう自覚とかそういうのやっぱ見られる方多いですか。お寿司屋さんで。何なんですか。すごいでも面白いその話。
油がすごい。うそうですね。いいですよこの肝。まい。肝がうまい。想像以上の溶け具合。マグロってもう中卸さんにお任せしてる、それとも一定なんかこういうのが欲しいみたいなオーダーをされるんですか？基本的には向こうが選んで出してくれます。最初サクッと、後半トロッと、一番最後ジュワッと。サクッとロッジュワッ。食感、油、旨味の三重奏。どんどん味が濃くなってくる。後半追い上げ型のマグロ。マグロのサクってこう、はいこっちが皮なんですよ。皮目で、でこっちに赤身がついてる部分なんですけど、でここがトロの部分で、こっちが脂が強くて、こっちにやるとどんどん弱くなるっていうんですよ。赤身が一番強いので、ここで切っちゃって、でここから皮目の部分しか取らない。そういうことか。そうなんです。だからこう切ってこうなんだ。そうなんですよ。で普通に切ると強いところと弱いところが一緒くたになるんです。これは本当に皮の脂の強いところのみの切り付けですね。後半の油の甘さが全然違いますね。味濃っ。塩釜の巻き網でしたっけ？塩釜の巻き網ですね。巻き網だからちょっとこうワイルドな感じというか。そうですね。強いですね。キラキラジュースですね。いくらジュース。仕込みの違い。でもこれ溶ける記録で言ったら世界新記録かもしれないですね。溶け具合の世界新記録。ありがとうございます。今度メダルください。はい、ゴールドメダル。噛めば噛むほど甘みが出てきます。エビ臭さというか、そういうのがね、やっぱうちの親があんま好きじゃないので、普段ね、多分普通のおすすめのことは1分半とか2分とかじゃないですか、4分ぐらいでいい。そんな茹でてるんですか？長い。美味しいです。わさびが鼻腔を刺激する。そこまで濃いめじゃないですね。そうですね。ナチュラルな。そこまで醤油入れてないですね。醤油入れるとね、なんかどうも硬くなっちゃうんですよね。水シャコ？水シャコ、マジャコとはまた違うシャコです。へ20代だったけどさ、マジャコより全然美味しい。え、楽しみ。すごい。
ここの部分ですか、なんか手の。そうですそうです。毒チェだとここの部分ですね。あ、こっち。はい。先っぽじゃないです。先っぽだとね、カマみたいな。あ、そうか、カマキリみたいな。そうです。それあれですね、前の職の中条の机です。おお、のれん最初は分け的な。作れないので、穴子を煮てって汁溜めてってそこから詰めてですね。最初はかんぴょう下茹でした時に一本一本に柔らかさをチェックする。細かっ。均等だと思います。結構バッと茹でてもうバッと下げてると思うんですけど、もうそれは一本一本チェックしようともう中条の親方の教えです。ああ、職人だ。自分らは一回茹でて終わりだけど、お客さんは一本一本全然違うものを食べるわけで、そうそこは記述しないとダメだ。はあ。これなんか空気持ってるみたいな綿菓子持ってるみたいな軽やかさとふわふわさ。卵ジュース、卵スムージー、これも溶け具合の歴代最高記録ランクインしてきますね。稼がないとそれもまた次メダル持ってきます。こっちは今度しっかりハードタイプ。これはもう本当にもう昔のお寿司屋さんの卵。うまっ。あ、うまっ。ほっとしますよね、それはい、こっちはやっぱお弁当箱に入れてほしいです。日本人でよかった。シャリはやっぱ変えてるんですか、出身のお店と。あ、全然違います。全然違う。中条は2種類やったんですけど、使い分けか。そうそう、僕に1種類だけでやってます。お酢の種類も全然違いますね。あ、そうなんですか。香りですね。このぬめりと香りと、その香りはね、剥きたてじゃないとできないので、朝剥いて置いとくともう結構飛びます。貝好きにとっては紐は最高のご褒美。おお、うまそう。この椎茸のお風呂に使いたい。すごい染み込んでそうですね。そうですね。
る幸せをああそうですダイレクトにね。感じるっていうか、食べ物がある方が美味しいですよね。なんかお寿司ってもちろんバランス大事だと思うんですけど、なんかたまにはやっぱこうやって口いっぱいにいろんなネタもぐもぐするっていうのあがあですよね。究極の幸せというか美味しいです。穴子とおぼろのなんていうかホロホロ加減というかうん。甘くて美味しい。卵も美味しいですね。一回これ海苔かましてるんですね。海苔かまあ、して。そうですね。これね、海苔かまさないと、そのね、煮物のそのかんぴょうとしいたけの汁が出ちゃって、破けちゃうんですよ。それを防止するために一枚ね、海苔を太巻きはね、かましてるんですよ。技術が詰まってる。これ意外と地味な技術ですよね。ネタも全部手が加わって、まあ、きゅうり以外はそう、そうですね、確かにそうですね。寿司職人のなんか技が全部詰まった本当になんかオーソドックスなところです。最高です。昔からお寿司屋さんになりたいみたいなのあったんですか？かっこいいなと思ったんですよ。で、高校の時に回転寿司でバイトしてそれでね2年間フリーターやってでじゃあ就職しましょうってなった時にそこの回転寿司で社員でやらないって言われたんですけどやっぱりやるんならね1から10までやりたいなと。それでじゃあ寿司だと思ったら築地だと思ってそれで築地で就職したって感じですよね。そっからなんだかんだそうですねまあ料理好きだったんですよねありますし接客が好きだったっていうのがありますよね。回転寿司そう接客が好きだった単純なもんですけど、調べるところに深いので、それが楽しかったですよね。いろんな突き詰めていろんなものを調べてるしやっぱりネタが一個一個物がいいとか、まあ、仕事もされてるのでなんか食べるとすごい味はどんどん出てくるぞとかなんだこの食感はとか、まあ、そういうのもすごい食べ歩いてる身からしてもなんかすごい楽しめたというか食べれば分かるみたいなそこにすごいなんかお店のイズムを感じました。いやいやもうそう言ってくれてね本当にありがたいですね。シャリがやっぱりこれだけエッジがあるけど本当に食べ疲れしてないので次なんかぜひ30巻チャレンジとかいろいろさせてくださいいやでもこれから多分どんどん人気になってくれるとまたぜひいや予約させてください。い予約させてください。やぜひお願いしますいや本当に長い時間ありがとうございました。どうぞめちゃくちゃ美味しかったです。いやありがとうございます今後とよろしくお願いします。ごちそうさまでした。ありがとうございます。